ゾロ、再び三頭竜奥義を放つ。ブルックと親殺しの姫の過去の秘密。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1173話情報が公開されました。タイトルは戦士の世代です。扉へリクエスト、鼻先の蜂蜜でカブトムシを捕まえようと待っているウソップ。木の陰に隠れたチョッパーが唇を舐めながらウソップの花の蜂蜜を見つめている。この話の冒頭はドリー、ブロギー、そしてドミリバーシを受けた巨人たちが西の村を襲撃している驚愕の見開きページで始まる。ゾロが到着し、巨人の頭の上を飛び回り始める。そうすることで巨人に包囲されるのを防ぎ、ドミリバーシの影響も受けずに済む。ゾロがドミリバーシされた巨人集団の中心に到達すると、さらに高く飛び上がり、三頭竜奥義六道の辻で彼らを攻撃する。続いてまたも安ごい見開きページでドリーとブロギーが同時にゾロを攻撃するが、ゾロは刀を使って自分自身を引き飛ばし回避する。ドリーとブロギーはお互いを切りつけてしまう。このシーンはリトルガーデンでの彼らの衝突を彷彿とさせるが、今回は彼らの攻撃でお互いの体の一部が切断されてしまう。場面は変わり、まだ縛られたままのブルックへ。彼は地面を這って軍子の元へたどり着く。ブルックは彼女を首里姫と呼ぶ。なぜなら彼女は今80歳くらいになっているはずで、軍子は首里姫に関係があるに違いないと考えているからだ。その顔、青い髪、左右で違う瞳の色、そして聖地と何か関係があること。私の音楽への愛もそうだ。そう、すべてが一致する。そうでしょう、首里姫。私はあなたのことなどみじんも思い出したくない。この親殺しめ。あなたが命を奪ったあの人は、私に多大なる恩をくれた恩人なんだ。ブルックの言葉を聞いて、軍子は一瞬正気を取り戻す。しかし、イムは軍子に体の主導権を取り戻させるつもりはない。軍子、そなた、ムーに言うなよ。まさか記憶を思い出し始めているなどと。ああ、逃げて、ブルック。軍子はなんとかブルックと麦わらの一味を矢から解放するが、イムが再び制御を奪い、軍子にブルックを攻撃させる。同時にサンジが全員軍子の矢から解放されたナミたちのグループに合流する。しかしロビンはソマーズ星のツタに捕らえられているため動けない。場面は巨人族の子供たちへ。彼らはソマーズ星と船のところにたどり着くリプリーや他の巨人たちといった子供たちの親が追いつくが、邪悪なニカ MMA に阻まれる。しかし彼らもまた戦士の世代であり、勇敢にも全員でニカ MMA を攻撃する。だがニカ MMA はその攻撃に耐え、今度は親たちを攻撃し始める。ゲルズ、ゴールドバーグ、ロードは子供と親たちがいる場所の近くにいるが、走っても救援には間に合わない。そこでゲルズとゴールドバーグはドリーとブロギーと同じ攻撃の構えを取り、遠距離から攻撃して怪物を倒すことに決める。やるよ、ゴールドバーグ。わかった。2勝。待て。私も加わるぞ。すぐに助けてやる。兄弟よ。3勝5国。ゲルズ、ゴールドバーグ、ロードは力を合わせ、壮大な攻撃でニカ MMA の体を貫く。この話の最後のページで、ニカ MMA はソマーズ星の方へ吹き飛ばされるが、彼はトゲ付きの棍棒を使ってそれを自分から吹き飛ばす。しかし、ニカ MMA は子供たちを誘拐するために使う予定だった船の上に落下し、船を沈めてしまう。この話はソマーズ星のショックを受けた顔で終わる。船の上に落ちたぞ。なんてこった。イムの世界を変えるため、ロックスは2つの悪魔の実を必要としていた。後に彼の息子であるティーチはこの考えに倣い、海上の能力者たちを借り始め、さまざまな強力な実の能力を手に入れた。最終的に彼の傘下の10人の幹部たちはみんな兄弟無比で、まさに概念神級と呼べるほどの悪魔の実の能力を持つに至った。例えば巨人族のサンファンウルフにさらなる巨大化能力を与えたデカデカの実。ボンクレーのマネマネの実の上位互換と思われ、触れた対象の能力を探知し模倣できる犬の実、幻獣種モデルキュービの狐。毒球のあの病弱なアイバストロンガーも今では馬の実、幻獣種モデルペガサスを食べ、高貴な飛行能力を手に入れた。そして後に特別に勧誘され加入した元海軍大将青木軸山は自然系ヒエヒエの実の能力者として、山のような巨人をいとも簡単に凍結させることができる。お気づきだろうか、今挙げた能力のいくつかはロキにも現れている。
巨大な幻獣に変身する能力、飛行能力、そして氷結攻撃を発動する能力だ。ロキ一人に黒ひげ海賊団幹部たちの能力要素がいくつも集まっているのだ。これは小田先生が仕組んだ偶然なのか、それともティーチがデイビー一族の夢を追う中での運命なのか。私は先月22日、イム分霊箱説について考察したが、今回はロキの能力の謎について続けて考察したい。現在、ロキの悪魔の実の本質についていくつかの主流な推測がある。黒竜ニーズヘック、世界ヘビヨルムンガンド、巨老フェンリル、あるいは巨大なワシなどだ。ロキが初登場した際、私は彼の能力をニーズヘックだと推測したが、物語が進むにつれ、そのスケールでは小さいように思えてきた。巨人族の長老ヤルルや海賊王の左腕ギャバンをも驚嘆させ、世界を滅ぼす力とまで言われるものが単一の幻獣であれば、どれほど強くても相性で抑え込まれる可能性がある。だが、もしその能力が単なる一種の幻獣ではなかったとしたら、私はかつて一つの仮説を立てた。ロキの実の真の効果は、あらゆる幻獣に変身できる幻獣なのではないかと。小田先生はエルバフ編全体を通して北欧神話へのオマージュを大量に盛り込んでおり、ロキが持つリスに変身できるハンマーにも元ネタがある。しかし奇妙なことに、ロキというキャラクターは今のところ神話における彼の最も有名な2つの特徴、変身といたずらを見せていない。小田先生は明らかに何かを隠している。小田先生自身、ポケモン愛好家であり、友人と一緒にポケモン GO をプレイするほどだ。彼はその愛をイースターエッグとしてワンピースの中に忍ばせたこともある。例えば第980話のキッドの機械の腕の中には2匹のメルタンが隠されていた。神話のロキの能力に合致するポケモンといえば、あらゆる姿に変身でき、変身相手の能力をコピーできるメタモンがいる。ニカの実のゴムの体が自由自在な変身の自由を表すなら、あらゆる生物に自由に変身できる能力もまた別次元の自由と言えるだろう。当時ロキが実を食べたシーンのアップを見ると、その実は絶えず変化し続ける物質のようで、四方八方に突起が伸びており、メタモンのような定まらない形状に似ているが、より鋭利だ。ロキが初めて変身した時、勝利スのテトライは非常に興奮していたが、それはおそらく前任の能力者の面影を見たからではないか。象主が解放のドラムを聞いてジョイボーイが帰ってきたと感じたように。これは1000年の時を超えた懐かしくも馴染み深い感覚なのだ。現在、ロキが見せた2度の属性攻撃はいずれもテトライを介して発動されているが、テトライの一騎打ちでは力任せの物理攻撃しか見せていない。第1171話のロキのセリフからは、氷はテトライが出しているように思えるが、別の可能性としてテトライという武器は強きに合えばすなわち強しであり、強力な主人が使って初めて進化を発揮するもので、武器が主人の邪魔をすることはないのかもしれない。ともあれ、これ以上の手がかりはないが、少なくともロキには他の幻獣の影が見え隠れしている。雷雲を呼び、雷霆を轟かせるのは本来ドラゴンの能力、飛行は有翼生物の能力、そして氷属性は比較的珍しく、以前は大口真神の能力だった。ロキは今後、火や風の力も見せるだろうと信じている。普通の幻獣種ではもう読者を満足させるのは難しいだろうから、今回小田先生は大きなブレイクスルーを用意しているはずだ。では、巨人族に伝わるその伝説の悪魔の実について、ティーチはどれほど知っているのだろうか。かつてロックスは2つの実を見つける必要があると確信していた。ティーチがその2つの実の正体を知っているかどうかは別として、彼が空前絶後の能力者軍団を作り上げているのは事実だ。ロックス海賊団も能力者が多かったが、今の黒ひげ海賊団は能力者狩りを公然と行っている。ティーチはロックスの意志を継ぎ、この方法で父が求めた2つの重要な能力を探そうとしているのだろう。たとえ間違っていても、幹部に食べさせることで黒ひげ海賊団の戦力は増強される。つまり、ティーチの考えは、両弟子を補うということであり、特定の2つの実が見つからなくても、似た能力で代替し、ロックスが成し遂げられなかった事業を曲折を経て達成しようとしているのかもしれない。闇闇の実を半生かけて待ったティーチでも、その2つの実を確実に見つけられる保証はないだろうが、同じ結果が得られるなら、彼とデイビー一族にとっては、それで十分なのだ。そして、この目標を達成するためのもう一つの前提は、イムの能力を知ることだ。
敵を知って初めて攻略法が見え、ロックスの二の舞を避けることができる。ここで重要な人物となるのがサターン星だ。かつてのゴッドバレー事件でイムはサターン星の体を借りてロックスを撃破したが、当時その場にいてイムの存在を知らない者たちはサターン星の仕業だと思っただろう。エリスとティーチが後にロックスの死因を調査する際、当時サターン星が怪物に変身したことを知るはずだ。彼が当時どのような能力で強力なロックスを制圧したのか、これがデイビー一族が復讐の前に明らかにしなければならない問題だ。そこで聡明な皆さんはすでにお気づきだろう。当時のエッグヘッド対戦において地味だが少し唐突なシーンがあった。デボンとバン・オーガーがエッグヘッドを訪れ、偶然にもサターン星に遭遇したのだ。デボンはサターン星の足に触れ、任務完了と言った。彼女の9尾の狐の能力は単に他人の外見を模倣するだけでなく、相手の能力をコピーできる可能性が高い。つまりこの接触によってデボンはすでにサターン星の身体情報を入手し、契約の力の秘密に触れた可能性すらある。彼女の前のセリフも興味深い。五老星が下界まで直々に出向くなんて聞いたことない。おかげで助かったと。これは彼らの当初の目標が五老星であったことを暗示している。しかしマリージョアへの侵入は容易ではないため、彼らの本来の計画はこの混乱に乗じてベガパンクの研究室で五老星に関する資料を探すことだったはずだ。ところが偶然にもサターン星本人に遭遇した。この角度から理解すれば、当時無意味に見えたこのシーンも筋が通るのではないか。つまりティーチは実はロックスの復讐計画を実行し続けているのだ。彼はロックスの意志を継ぎ、目標も同じく世界だが、ロックスとは異なる選択をした。親子の計画を比較してみよう。第1段階は共に海賊島ハチノスの占領だ。かつてロックスは世界政府を利用して大金を稼ぎ、その後この島を攻略した。一方ティーチは世界政府と裏でつながっていたオウチョクを倒し、島の新たな支配者となった。このステップは親子ともに完了している。第2段階はハチノスを拠点として戦力を拡大すること。このステップもロックスとティーチは事実上完了している。彼らが島を統治していた時期には各海域から海賊が集まり、現在の黒ひげ海賊団は銀やクリークといった古株の人物さえ吸収している。第3段階は海軍を壊滅させ、マリージョアを占領し、最終的に世界の王となること。この点においてロックスは実現できなかったが、ティーチは別の方法で海軍を崩壊させようとしている。クロスギルドの暗躍により海軍の士気は低下し、革命軍による聖地への兵糧攻め計画は海軍を疲弊させ、天竜人からの非難を浴びさせている。元帥杯率いる海軍は現在の物語において極度のプレッシャーにさらされていると言える。こうした状況下でティーチは予想外のアイデアを思いついた。世界政府に海賊島の合法的地位を認めさせ、自らが黒ひげ国王として世界政府に加盟することだ。そして彼が世界政府との取引に使う条件は、元踊り子捕虜だったコビーから今やガープへと変わった。最新のストーリーではラフィットが聖地の情勢を注視しており、この荒唐無稽な取引も遠くない未来に実現するだろう。クロスギルドと革命軍が作り出した混乱という好機のおかげで、黒ひげ海賊団は人質であるガープや聖地への食料提供などを条件に海賊島の地位を手に入れるだろう。ティーチはかつて七部会に入り込んだように堂々と世界政府に入り込み、内部からイムの支配を瓦解させるつもりだ。彼は最終的に自分のやり方でデイビー一族の夢を実現するだろうが、彼のシナリオにはロキという変数は考慮されていないはずだ。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。